まずうつ伏せに寝てスマホは顔の前に置きましょう。両手を耳の真横について上半身をぐーっと反らせます。お腹腹筋のストレッチです。腰が反って痛いよっていう方は肘をついてちょっと顎持ち上げると、これでも十分腹筋が伸びてくると思います。呼吸はね、止めないようにしましょう。余裕があればしっかり肘伸ばしきって、さらに顎持ち上げると腹筋より伸びてきます。呼吸は止めないようにして、もしきつかったら再生速度調整したりとか、途中でサボりながら最後まで一緒にやりましょう。 OK。 そしたら上半身次べちゃーっと寝かせた状態で左足を右こっちに持ってきます。左のお腹、ここが伸びる感じあれば OK です。両肘は床につけたまま、つま先を遠くに向かってぐーっと伸ばすと、左のお腹の前面、ここ伸びてくると思います。胸が苦しいよって女性は、ちょっとこんな感じで上半身起こしてもいいです。目的は左のお腹、ここ伸ばすことです。うまく伸びない方はいろんな角度でつま先伸ばして、ここ伸びるなーって位置を自分で探してみましょう。OK。 次逆側いきます。右側足を左こっちに持ってきます。右のお腹の前面伸びれば OK です。両肘は床につけたまま、つま先遠くに向かってぐーっと伸ばします。右のお腹の前面伸びますか？腰、肩痛い方は絶対無理しないでください。肘が床から浮いちゃうとこんな感じになると伸びないです。上半身はなるべく寝かせておきましょう。呼吸止めないようにして、でこの次の種目から一度四つん這いになります。よし OK。 四つん這いになりましょう。スマホは自分で見やすい位置、頭の真下ぐらいに置いておきましょう。で四つん這いになったら右手を左斜め前にこんな感じで伸ばします。でぐーっとお尻を後ろに引いていきましょう。右の脇の下、脇腹あたりが伸びると思うんですが、皆さん伸びますか？こんな感じです。右手を左斜め前にぐーっと伸ばす。手のひらはしっかりパーにしておきましょう。お尻をしっかり後ろに引いて、目はおへそ覗き込む感じがいいと思います。脇の下、脇腹伸びれば OK です。余裕があれば手をもっと遠くに伸ばすとより伸びてきます。OK。 そしたら次はこの四つん這いの状態から右手を左手の下をこう通してこんな感じ、上半身ねじります。この右手なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばすときつい。右の背中とか脇腹伸びてくると思います。この手はなるべく遠くに向かってぐーっと伸ばす。肩甲骨、脇腹とかその辺が伸びると思いますが、めちゃくちゃきつい。この左手は多少こうやって肘曲がってもいいですからね。頑張ってー。よし OK。逆もやっていきます。次左手を右斜め前に向かってぐーっと伸ばします。左の脇腹、脇の下伸びますか？お尻は後ろに引いて、目はおへそ覗き込むイメージです。ここ脇腹、脇の下伸びれば OK。 余裕があれば左手もっと遠くに向かって伸ばす。手のひらしっかりパーにしておきましょう。なるべく目線もおへそを覗き込むイメージです。肩腰きつい方絶対無理しないでください。呼吸を止めないようにして、あと少し頑張って。よし OK。 そしたらもう一回四つん這いの体勢から左手を右に向かってぐーっと伸ばします。右手の下を通すイメージです。指先を遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。左の脇腹、脇の下、あと肩甲骨あたりですね、伸びれば OK です。左手はなるべく遠くに向かってぐーっと伸ばす。呼吸止めないようにしましょう。伸びますか？これ腰痛い方とか絶対無理しないでくださいね。で、この次の種目から、右向きで横向きになりますので、枕ある方はね、枕を使うといいと思います。よし OK。 じゃあ次右向きで横向きになります。枕ある方枕入れて、スマホは顔の前にこんな感じで置いておきましょう。
で、膝軽く曲げておくと良いと思います。左手を肘曲げたままぐーっと胸を張る。ゆっくり戻す。ぐーっと胸を張る。ゆっくり戻す。息吸うときに胸を張る。吐きながら戻す。ゆっくり胸を張る。吐きながら戻す。これスピードは重要ではないです。普段動かさない範囲までしっかり胸を張る。戻す。で、骨盤がこう後ろに倒れちゃうと良くないので、骨盤は固定しておいて、胸だけぐっと開く。こうやって手でね、骨盤を押さえておいても良いと思います。よし、OK。次、左手をこう肩に添えて、大きく後ろ回ししていきましょう。ゆっくり大きく、普段動かさない範囲で、大きく肘を回すイメージ。なるべく肘高く上げて、後ろに持ってくる。呼吸止めないようにして、スピード勝負ではないです。普段動かさない範囲まで大きく回すことがポイントです。ゆっくり大きく回していきましょう。これ肩がバキバキなって痛いよーって方は痛みない範囲で回しましょう。バキバキなるけど痛みがない方は気にせず大きく回しちゃってよいと思います。ゆっくり大きく回す。よし、OK。そしたら次、同じ体勢のまま逆に前回ししましょう。大きく前回し。これもスピードは重要ではないです。大きく普段動かさない範囲で回す。なるべく肘を後ろに持ってきて、肘高く上げて、ゆっくり大きく回しましょう。呼吸は止めないようにして、これも痛みがある方、痛みない範囲で回していきましょう。で、この次の種目から寝返り打って逆向きになりますよ。呼吸だけ止めないで。大きく回す。OK。そしたらスマホ持って寝返り打って逆向きになりましょう。スマホは顔の前に置いておきましょう。そしたら次、右手肘曲げたまま、ゆっくり胸開く。戻す。胸開く。開くときに息吸うといいと思います。吐きながら戻す。吸って、吐きながら戻す。吸って、吐きながら戻す。これ繰り返しましょう。呼吸止めないようにして、痛みある方、痛みない範囲で OK です。OK。そしたら次は右手を肩に添えて、大きく後ろ回ししていきましょう。目的は普段動かさない範囲で大きく動かすこと。後ろにぐっと動かすときに胸を張ることです。呼吸を止めないで、痛みがある場合は痛みない範囲で OK です。骨盤がこうやって後ろに倒れちゃうと NG です。空いてる手で骨盤倒れないように押さえておいても良いと思います。呼吸は止めないようにしましょう。頑張って頑張って。きつかったら再生速度変えたりとか、途中でサボったりしても OK です。OK。皆さんついてきてますか？次逆に前回しいきますよ。同じように肩に手を添えて大きく前回し。目的は普段動かさない範囲で動かすことです。よくね、こういう肩周りの種目、肩こりにも効きますかって言われるんですが、もちろん効きます。基本的に肩こりって、使いすぎか使わなすぎなんですが、肩甲骨周りはね、使わなすぎの方が多いです。特にこうやって手を後ろに引く動きがないので、運動不足デスクワークの方なんて、こうやって胸を開くとね、めちゃめちゃ肩こり楽になります。で、次の種目から上向きになりますので、ちょっと気持ちの準備しておいてください。OK。そしたらスマホを持って上向きになりましょう。で、スマホは床に置くか、どっか立てかけるかして、両手は開けておきましょう。左手、ごめんなさい、左足を右、こっちにねじります。こんな感じです。お尻、腰、背中伸びてれば OK です。左膝は床につけて、この左肩、なるべく床にぐっと近づけましょう。で、これ頑張りすぎちゃう方、ギューって肩を、背中を床につけようとする方いるんですが、筋トレじゃないので、お尻、腰、背中伸びればそれで OK です。呼吸止めないようにしましょう。よし、OK。次、
右足を左こっちに持ってきます。右の腰、お尻、背中伸びれば OK です。膝は床につけて、右肩なるべく床に近づけましょう。伸びますか？お尻、小尻、背中。呼吸止めないようにしましょう。筋トレじゃないですからね。ギューって頑張らなくていいですからね。いや、しかしこの腰肉気になりますよね。僕も前から気になってたんですが、ついに娘に言われてね、やっぱりなという感じです。呼吸だけ止めないで。よし、OK。じゃあ、ちゃんと上向きになったら、右足の股関節、大きく外回していきます。時計回りと反対、反時計回りに大きく回していきましょう。これも目的は、普段動かさない範囲で大きく動かすこと。股関節ゴリゴリになる方は、痛みがなければ大きく回して OK です。痛みがある場合は、ゆっくり小さく、痛みがない範囲で回していきましょう。呼吸は止めないで。で、股関節ゴリゴリになるのがあんまりでも気になるよって方は、専用の動画あるので概要欄に貼っておきます。あと、ズボラストレッチの教科書でもね、一応ゴリゴリは解説してます。OK。